レクサスの古き良き FR セダンといえばもうこいつですよ。今となっては貴重な駆動方式となった FR 仕様なんですが、レクサスで FR 車を選択できるのは最高級フラッグシップセダンの LS と、今回ご紹介させていただくコンパクト高級スポーツセダンの代名詞でもあるレクサス IS しかありません。現状、レクサスのラインナップの中で選べるセダン車は LS、ES、IS、この3つの車種しかありませんので、セダン車大好きっていう方は今回の IS ね、超おすすめですよ。はいどうも、ゆちーチャンネルです。今回は外観のエクステリアがもうかっこよすぎてですね、私ももう大好きなレクサスの高級スポーツセダン IS300H F スポーツをね、ご紹介したいと思います。現在 IS のパートレは大きく分けて3つのラインナップが展開されてます。一つは最上位グレードでもある V85 リッター NA エンジンを搭載したまさに怪物 IS500F スポーツパフォーマンス。二つ目は2リッターターボエンジンを搭載した IS300。三つ目は今回ご紹介する 2.5 リッターと駆動用バッテリーを組み合わせたハイブリッドモデルの 300H となります。IS300 と IS300H にはそれぞれベースモデル、バージョン L、F スポーツ、そして今年1月23日に正式発表となり、年次改良で新たに設定されたモードブラック4が選べるようになっています。さらにね、詳しい内容はレクサス公式ホームページの方をぜひチェックしてみてください。ってことで、前置きはここまでとしまして、早速ね、エクステリアから見ていきたいと思います。改めまして、今回ご紹介する車両はこちら。レクサス IS300H F スポーツ。ボディカラーは優勝カラーのラディアントレッドコントラストレイヤリングとなっております。車両本体価格は581万円となってます。まずはね、見てください。IS といえばこのね、フロントマスクですよ。もうね、いや、マジかっけえっすよね。もう好きですね、IS のこの顔面。フロントフェンダー部の張り出し感もあって、よりワイド&ローなフォルムを強調してますよね。横から見ても流れるようなこのクーペシルエット、躍動感を感じさせるボディのプレスライン、レクサス匠の技がなせる造形美とはまさにね、このことだと思います。まずは私がね、最も大好きなフロントマスクからじっくり見ていきたいと思うんですが、まずね、この顔面が本当にね、もうかっこよすぎる。このね、キリッとした目力のあるアロー型デイライト兼ポジションランプにレクサス伝統の三眼ヘッドですよ。そして古き良きメッシュタイプのこのね、スピンドルグリル。ヘッドライト形状のこのバランスがね、いいんですよね。これはもうね、ほんと芸術だと思います。フロント株やグリル周りは上品にピアノブラック加色されてて、品の良さ、高級感感じます。残念ながらヘッドライトはアダプティブヘッドとかではないんですが、もうね、このフロントマスクを見たら、そんな機能的なことはどうでも良くなってきますね。2020年のマイナーチェンジから今年で IS6 年目に突入するんですが、全然ね、古臭さを感じさせない洗練されたシャープな造形美が IS の魅力だと思いませんか？ほんとね、フロントマスクかっけーよなーって思います。私的にこの顔面のね、スタイルだけだったら ES よりも IS 派なんですよね。サイドミラーは上下で塗り分けられてる仕様で、ウィンドウ周りはメッキ加色施されてます。このあたりもブラックとメッキのこの使い方がね、うまいですよね。スポーティーなんだけど、ちゃんとね、高級セダンという要素も感じられるという。タイヤは19インチの F スポーツ専用アルミ。フロントとリアでタイヤサイズが違っているのも走りへのこだわり感じられますよね。リアの方がより太いタイヤサイズとなってます。これにね、オレンジキャリパーとか合わさったらもう最高でしょうね。タイヤメーカーサイズに関してはテロップの方入れときたいと思います。このね、ホイールデザインもね、私好きなんですよ。かっこいいですよね。スーパーグロスブラックメタリック塗装との相性もいい感じです。しかも、ボディのサイドカブとかも樹脂素材とかじゃなくて、しっかりね、こうピアノブラック加色施されてるのもいいですよね。もちろんね、F スポーツエンブレムしっかり装着してます。そして IS はね、リアのエクステリアもね、もうかっこいいんですよ。ちょっとこれ見てください。まずは迫力のある流行りの一文字テールレンズでしょ？
ただ、ウィンカーがね、豆球っていうのはね、レクサスらしからぬ残念ポイントではあるんですけど、IS はね、このリアの造形も美しいんですよ。豆球が気になるよっていう方はね、もう LED に打ち替えてしまえばいいんですよ。そして、さりげなくね、あしらわれたこのリアウィング。こういったところが走りにちゃんとこだわって設計されたっていう感じがしますよね。ちゃんとね、空力性能とかも考えられて設計されているんでしょうね。でもって、リア下部もね、これまた樹脂素材なんてことはなくて、ちゃんとピアノブラック加色で統一されてます。もう純正でね、このスタイルですからね。スポーティーエアロパッケージとかつけなくて、このエクステリアデザインなんで、ここはね、ガチの評価ポイントだと思います。そしてマフラーも左右2本出しでスポーツセダンという感じが出てます。最近の車はマフラー自体を隠す傾向にある中で、走りを意識したスポーツセダンとしてのこだわりをこういった部分でね、感じることできるかと思います。そういえばね、忘れてました。IS のエクステリアのデザインがね、もうかっこよすぎて、エンジンスペックとかね、詳細説明するのすっかり忘れてましたね。こちらの IS なんですが、パワトレは 2.5 リッターエンジンと駆動用バッテリーの組み合わせとなってまして、システム最高出力は220馬力を発揮します。燃料は嬉しいレギュラーガソリン仕様で、燃費はカタログ値リッター18キロとなってます。私が試乗した感じですね、日常域では全く不足はないという感じでした。駆動用モーター自体も105馬力を発揮しますので、結構ね、パワフルな走りしてくれます。何よりも IS はコンパクトスポーツセダンと呼ばれるだけあって、全長約 4.7 メートル、全幅は1840ミリと、運転しやすい絶妙な車格なんですよ。そして FR の特性を生かした小回り性能がマジで半端ないんですよね。IS の最小回転半径は驚異の 5.2 メートルですので、めちゃくちゃ運転しやすいんですよ。最小回転半径 5.2 メートルっていうと、ぶっちゃけ LBX と一緒ですからね。もうそんなん信じられます？全長はね、ほぼ NX と同じなのに、小回り性能は LBX と一緒なんですよ。なんで、こいつはどんなシーンでも運転しやすくて使い勝手もいいですし、それでいてスポーティーなドライビング体験が味わえる。もう3拍子揃った日常使い最強の高級スポーツセダン車ということです。なんで IS ってね、女性にも運転しやすい車だと思いますんで、きっとね、奥様とかからも高評価を得やすい車だなと感じました。続いて内装の方も簡単ですが見ていきたいと思います。それでは IS300H のですね、内装の方をチェックしていきたいと思います。ハンドルはね、E ラッチではないですね。ただこちらでね、施錠解錠できるようになってます。ドアのトリムの方は、この辺はもうソフトパッドですね。こちらもデザインの入ってるソフトパッドみたいな形です。こちらはレザー仕様ですね。で、スイッチ類は、周りはアルミで加色されてますけど、スイッチ自体の加色はないですね。で、下部に収納があって、スピーカーもついてて、一応カーテシランプの方もね、こちらについてますね。で、F スポーツなんで、もちろんね、F スポーツ専用スカーフプレートついてます。アルミペダルももちろんついてますね。運転席、助手席、パワーシート機能付きで、ランバーサポートもついてますね。シートメモリーも3名分セットされてます。インナーハンドルはね、サテンメッキ加色されてて、程よい重さがあっていいですね。IS のハンドルなんですが、もちろんね、F スポーツなんで、ディンプルハンドルとなってて、本側とのコンビになってますね。で、こちらは物理スイッチがね、用意されてます。で、クルーズコントロールはね、こちらについてますね。右下の方についてます。で、パドルシフトもしっかり完備されてまして、F スポーツのロゴもここに入ってますね。なんか、クロームメッキ加色されてますね。こちらが IS のメーターとなります。で、エコ、ノーマル、スポーツっていう形でね、メーターの演出が変わるみたいですね。で、一応設定画面でも、これ面白いですね、ギミックがね。こう、ぐーん、ぐーんと動く感じ。これ面白い。メーターの方が、この表示設定から、
タコメーターとかカラーとか切り替えできますね。タコメーターの切り替えも自動切り替えと常時ハイブリッドメーターにするとか、まあこういろいろ選べるみたいですね。これいいですね。このギミック面白いですね。右側の方は液晶の照度のメーター、オドトリップとアダプティブヘッドライトのスイッチと、これはなんだ？あ、パノラミックビューモニターの切り替えですね。ついてますね。それでは IS エンジンつけていきましょう。ああ、こういう形の演出なんですね。うん、おしゃれ、面白い。続いてナビ周り見ていきたいと思います。これナビは何インチなんだろう？ 9 インチ相当ぐらいですかね。あ、一応タッチとかはできますね。こちらにね、この世代はね、このパッドがあるんですよね、レクサスのね。これいいですね。私これ復活してほしいなって密かに思ってるんですよね。皆さんどう思われますか？これね、メニューとかでね、こう手元でね、こういろいろといじれるんですよね。そういうのがいいですよね、これね。画面も汚さないですしね。まあ、タッチはタッチで使えた方がいいとは思うんですが、まあ、両方があってね、オーナーの好みで選択できるといいですよね。タッチだけだとね、どうしてもディスプレイ汚れてしまうので、で、真ん中にはね、レクサス伝統のアナログ時計がしっかり鎮座しております。これね、私これも復活してほしいなと思ってるんですけどね、レクサスさんぜひね、このアナログ時計もう一回匠の技で戻していただけるといいかなと思います。で、エアコンは左右独立で物理スイッチがついてる形ですね。で、真ん中にハザードボタンで、ハザードもしっかり光る仕様と。あ、これは何？ CD スロットがついてるのかな？多分そうですね。これ CD スロットですよね。これは珍しいものを見てしまった気がします。で、運転席、助手席ね、シートヒーターとベンチレーションついてます。3段階切り替えですね。ついてますね。まあ、この辺はやっぱりね、レクサスなんで高級車といったところです。で、シフトはね、このカチャカチャカチャっと動かすやつですね。で、バックに入れると、こんな感じでね、パノラミックビューモニターが起動します。確かね、床下透過機能はね、このモデルはついてなかったと思います。こちらがドライブモードのセレクターですね。エコ、ノーマル、スポーツ。で、もう一回押すとカスタムになりますかね。あとはトラクションコントロールとスノーモードとオートホールドのボタンと EV モードがついてます。カップホルダーは2口用意されてて、固定爪ありの加工ですね。下は滑り止め仕様になってますね。そしてアームレストの方も、よいしょ。開けると USB が2口と 12V のシガーソケットが1口。中は肝仕上げしっかりされてます。続いて助手席周り見ていきたいと思います。もちろんね、本革のレザーシートです。で、ステッチの加色も入ってますし、F スポーツなんでね、ちょっとバケット感のあるね、この横からの張り出しがある感じですね。ホールド性はね、めちゃめちゃあります。乗ってて快適です。ただね、黒系の内装なんで、どうしてもね、見栄え的にはあまり映像映えしないんですけど、まあ黒は黒ででもかっこいいですよね。シックでまとまってて。大人なスポーツカーっていう感じがします。で、ダッシュボード前も、こう、ステッチが入っててね、もちろんこの辺りね、もう全部ソフトパッドになってます。質感の方はね、やっぱこだわって作られてますね。続いて、オーバーヘッド周り見ていきたいと思います。バイザーは、これはジャージ仕様ですかね。で、ルームランプしっかりついてます。ただこちらのね、車両はね、デジタルインナーミラーの設定がされてないんですよね。通常ミラーっていうところで、ここはね、デジタルインナーミラーでも良かったんじゃないかなと思います。で、照明はタッチ式。この辺りはいいですね。こちらの車両はね、ルーフ装備がついてます。ムーンルーフがついてますので、ちょっと開けてみましょうか。で、オープンもできますし、オープンもできますし、チルトもこのようにね、できます。続いてね、後席の方も見ていきたいと思います。後席で施錠解除はできないみたいですね。
で、後席のドアトリム部も、この辺りはソフトパッド、ここもソフトパッドですね。で、ここら辺はもうレザー。これレザーなのかな。で、スイッチ周りはアルミ加色されてて、スイッチ自体の加色はやっぱないのは一緒ですね。で、サテンメッキ加色のインナードアハンドルがあって、後席カーテシランプはついてないみたいですね。スカーフプレートもついてないです。後席膝前空間は身長175センチ中肉中背の私のドライビングポジションに合わせて拳約1個ぐらいは入りますね。広いとはお世辞にも言えないかなと思いますが、窮屈だなとも感じないぐらいですね。まあ普通だと思います。後席センター部は結構なね、これ張り出しがありますね。20センチぐらいはあるかな、高さ的に。で、エアコンの吹き出し口があって、そして肘置きは、ドリンクホルダーが2口あると。特に過食とかはなさそうですね。でも肘置きがあるだけでね、だいぶ後席に座った時にね、楽になるのでね。で、照明は、こちらはタッチ式ですね。最後ね、トランクの容量もね、見ておきたいと思います。これ電動テールゲート非採用なんですね。がっつり手動でした。容量的には、そんなにやはり大きくないですね。IS のサイズ自体がそこまで大きくないので、そんなめちゃめちゃ広大なスペースはなさそうと。で、下部はね、工具類が入ってますね。ということで、今回はレクサス古き良き FR スポーツセダンの代表、レクサス IS300HF スポーツご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。IS ね、黒内装もかっこよかったですよね。どうしても内装のデザインですとか先進機能関係とかでは一世代前といった感じがね出てしまうっていうのは否めないんですけど、この辺はね仕方ないのかなと思います。プラットフォーム自体も持ち越しとなってますし、どうしてもね人気の SUV シリーズとかと比較してしまうとややね古臭さを感じてしまうっていうのも事実ではあります。なんですがIS の魅力はトヨタテクニカルセンター下山第3周回路で徹底的に鍛え上げられたその類まれなる走行性能とエクステリアデザインの秀逸さにあると思います。IS のエクステリアデザインのかっこよさはもうね皆さんにも伝わったのかなと思います。エクステリアのデザイン自体は2020年からほぼ変わっていませんので、個人的には4年落ちの中古車とか結構おすすめなのかなと思います。走行距離にもよるんですが、約300万円台後半とかで購入できる玉もありますので、SUV 人気となっている今がセダン車絶好の買い時となっていること間違いなしです。ですので、ぜひ今のね、若い方に乗っていただきたいかっこいい1台だと思います。LS だとちょっといかちすぎる。ES も LS と似たデザインだし、って方は IS 超おすすめですよ。変なね、こう嫌味っぽさとかがなくて若々しく、それでいてスポーティーなデザインなんで、女性受けもきっといいはずです。保証はしませんけど。最後までご視聴いただきありがとうございます。当チャンネルはレクサス好きが運営するレクサスファンチャンネルとなっております。レクサス好きの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画へのね、高評価ボタンもよかったら合わせてお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。